皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はジャズダンス、バレエのターン、シェネを練習できる実践動画となっています。様々なポジションやテクニックがあるジャズやバレエですが、やはりターンというのはスピード感も増す動きですし、目を引くテクニックでもあります。そして正しいポジションで回ることで華やかさも持ちます。それゆえ鍛錬が必要なテクニックです。その中でも今回は鎖やチェーンを意味するシェネの練習に取り組んでいきます。ポジションを確認しながら少しずつターンへ発展していけるように頑張りましょう。足の運びや順番だけを覚えても、これだけでもターン自体はできるんですけれども、果たしてそれが美しいかどうかと言われると、やはり容易なものではありません。ただ動くだけではバランスを崩してしまったり、次の動きへつなげられなかったりもします。これにはいくつか必要な要素があり、どの足のポジションで回るか、どこに目線を置くかなど、必ず通らなければならない練習です。もっと言えば、立ち姿やルルベをした時の引き上げがきちんとできているかどうか、このあたりも関わってくるため、実際に練習してみると今自分に足りないテクニックやスキルなどが明確になってくることと思います。そして今回のこのターンのシリーズでは、振り付けなどでよく使われる3つのターンをご紹介して動画を作っています。刺すという意味を持ち、片足を床に刺して回転するギケ、旋回という意味を持ち、その場で片足ターンをするピルエット、各実践動画に対して各部位のコツやポジションの意識など細かく説明している解説編もセットでご用意していますので、ご自身の用途に合わせてぜひご活用いただければと思います。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンまでよろしくお願いいたします。いきなりたくさん回ろうとせずに、一つ一つポジションを確認して芯のある安定したターンになるように頑張りましょう。5、6、7、レッツゴー。それではシェネ実践メニューの解説を行っていきます。まずはポジションと軌道について確認していきます。基本的に使うポジションは、足は1番の形、そして右足左足それぞれ誕生を前に出した形と1番のルルベの形、この3つをしっかりと押さえてください。
今の3つを使っていって回転をしていくことでシェネが完成していきます。アームスは回っている時はアンナバンの形で回ります。プレパレーションは回る方向と反対側に一つ手を開いて準備をしてください。それではパート1の説明をしていきます。まずはポジションを確認するというパートです。準備をします。5、6、7、8。ここがプレパレーションです。次に右足左足と1番のルルベへ寄せてきます。そして着地です。これを右に3回左に3回と行っていきます。ポイントとしては先に進んだ足に対していち早く後の足を1番のルルベに近づけることです。カウントで右左3回ずつやってみましょう。5、6、7、8。1 and 2、3、4、5、6、7、8。1 and 2、3、4、5、6。反対。1 and 2、3、4、5、6、7、8。1 and 2、3、4、5、6、7、8。続いてパート2です。今度は半回転だけ行ってみます。やる動きとしてはパート1と同じです。プレパレーションを取りました。そしたら1 and の時に半回転だけしてみてください。ちょうど後ろ向きで先ほどの1番のルルベを作るような形です。そしてポイントとなるのが今度は首の動きが加わってきます。回転したい方向、今の私で言うと右方向ですね。右の方に顔を向けて一つ目線を定めるようにしてください。そこに向かって顔をキープしておく。体は後ろなんですけれども顔の向きはキープをするという動きになります。これを3回ずつ行います。このまま後ろを向いたらあちら側に戻るようにすると同じ足ですね。2回目がワンエン落ちる。そしてもう一度3回目こちらにワンエン。はい。そして左足の方でやってみましょう。5、6、7、8。1 and 2、3、4、5、6、7、8。1 and 2、3、4、5、6、7、8。ポイントは回ろうと考えるのではなくて、たった半回転だから立つんだという気持ちを持つことです。プレパレーションを取った後にしっかりと向きを変えて、先ほどと同じようにススッといち早く1番のルルベに行くように心がけてください。パート3です。シェネを1回転します。一つ前のパートで半回転ハーフターンを行った時に後ろ向きでルルベで止まったと思います。その時に足の運び右左でルルベで止まりましたよね。そしたらここで止まらずにこの左についた瞬間にぐるっと右足を踏み込んであげる。さらに先ほどのパート2でやった首の向き、この向きをもう一度見てあげるようにすると、これだけでシェネの1回転というのは完成します。シェネ1回転回った後は今回はぐるっと回ったら一歩踏み出して着地というふうにしています。これを右に2回左に2回行っていきます。それではカウントでやってみましょう。5、6、7、8。1 and 2、3、4、5、6、7、8。1 and 2、3、4、5、6、7、8。続いてパート4、シェネのダブルです。2回転していきます。足の運びはプレパレーションを取った後に右左右左着地。反対も同じです。プレパレーション左右左右着地です。1回転の時に行った首の場所を定めて首を切るという動き、これが1回転から2回転へ移る時も同じところを定めて目線を変えないように連続して回っていくことになります。右側へダブルを1回、左側へダブルを1回となります。カウントでやってみましょう。5、6、7、8。1 and 2 and 3、4、5、6、7、8。1 and 2 and 3、4、5、6、7、8。回転数がだんだん増えてきましたので、一つポイントをお伝えします。肩と骨盤の4点、この四角形がずれないように意識する、その状態で回転をするということを意識していってください。
パート5に移ります。シェネを1回転から2番でストップという動きです。この動きは次のテクニックへつなぐための動きとして使いやすいです。動きとしては7、8、シェネを1回転します。そして先ほど首を切って右足を出したこの瞬間にふっと足を開いて2番の方向へぐっとプリエをしていきます。そして閉じる。体重をぐっと落としていくことですね。反対側で確認してみましょう。プレパレーション取りました。シェネ1回転をしてフォーカス、首の角度戻す時に左足を出して2番プリエです。この時にダウンにならないように引き上げるようにしっかりアームスも上の方へ持っていくといいと思います。右側へ2回、左側へ2回という流れです。カウントでやってみましょう。5、6、7、8、1 and 2、3、4、5、6、7、8。反対側やってみましょう。せーの、1 and 2、3、4、5、6、7、8。パート6です。シェネ2番プリエ、シェネという流れです。最初のシェネ2番プリエまでは先ほどのパート5と同じです。準備をしました。シェネプリエ、はい、この時にアームス、プレパレーションのように準備をしておきます。次に体重が左から右へ移っていったら左足のルルベで、はい、先ほどと同じ形になりました。フォーカスを切って一歩出してシェネがもう1回転追加されました。反対側でもやってみましょう。プレパレーション、ルルベしました。2番プリエ、ついたら体重が移っていきルルベ着地。これまでのパートではシェネに入る時に前の単純のところからシェネに1歩目入っていましたよね。それが今回は2番プリエの状態がもう1歩目となっていて、そこから左足がつくことになります。右に1回、左に1回です。カウントで5、6、7、8、1 and 2、3 and 4、5、6、7、8、1 and 2、3 and 4、5、6、7、8。パート7です。一つ前のパートで行ったシェネ2番シェネという流れの最後のシェネの部分をダブルに変えていきます。右に1回、左に1回、カウントでやってみましょう。5、6、7、8、1 and 2、3 and 4 and 5、6、反対、1 and 2、3 and 4 and 5、6、7、8。回転が増えていくと1番のルルベ、このポジションだったはずが内側に入ってしまったり少し広くなってしまったりなりがちなので、このポジション見直しながら先ほどの4点ずれないようにするっていうことも考えながらやるとだんだんと上手くなると思います。皆さんお疲れ様でした。シェネ実践動画はいかがだったでしょうか。回転をすると目線や景色が変わるので最初は難しく感じることもあると思いますが、シェネで実際に覚えなければいけないポジションは多くないので、まずはポジションと軌道をマスターしてその組み合わせと捉えてつなげて練習していくといいと思います。それでは簡単に復習していきます。準備の時のポジションとターンの時のポジション、1番のルルベを覚える。半回転ずつ少しずつ回転を増やしていきました。進みたい方向へ目線を定めて首を切っていく。2番ポジションのプリエをかませることで体重移動とアップダウンのコントロール練習もできます。そして今回このターンのシリーズでは振り付けなどでもよく実践で使われるターン3つ挙げて動画をご用意しています。刺すという意味を持ち、片足を床に刺してターンをするピケ。旋回という意味を持つ、その場で片足ターンをするピルエット。各実践動画に対して各部位のコツやポジションの細かい部分など説明している解説編もご用意しています。ご自身の目的に合わせてご覧いただければ嬉しいです。また大前提として立ち姿やジャズやバレエの基礎基盤となってくるプリエやルルベ、アームスについて細かく解説している動画もすでに公開済みです。
ターンの練習中につまずいてしまったら、一度基礎に立ち返って練習にお役立ていただければと思います。そしていずれ実践として使うためにターン一つずつをマスターしたら、ぜひ一緒に取り組んでもらいたいメニューもあります。ターン、ジャンプへつなげる基礎ステップシリーズでは、シャッセやシュスなどターンのつなぎに活用できる基礎をご紹介しています。クロスフロアでステップをつないでいけば、様々なバリエーションで練習ができます。基礎力に加えて応用力も高めていけるように、ぜひご活用くださいね。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では、皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながっていければと思い動画を作成しています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、通知ボタンの方も押していただけたら嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。今回からターンテクニックが始まりましたが、ターンってジャズやバレエ以外でも様々なジャンルで活用できますよね。ヒップホップでもターンって多く使われていますが、これジャズでの基礎を分かっているか分かっていないだけで、随分と見せ方のバリエーションが変わってきます。例えばストリートダンスなどで軸を崩してオフバランスで見せたいようなターンも、まずは基礎のオンバランスの状態を分かっているだけでスムーズにこなすことができます。私自身キッズダンスの振り付けなどでもターンってよく使うんですけど、いきなり回るよと考えさせるのではなく、まずは立つよ、そして方向転換するよというような言い方で伝えています。年齢層が低ければ向きを変えるよとか、そんな感じですね。回るんだよってなると、どうしても人間って力が入ってしまいますので、その伝え方一つで取り組み方って変わるのかなと思います。皆さんもご自身の練習の際に、また指導者の方はご指導の際にぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。